今日も気になるニュースを見ていくのだ。最初は石油の国家備蓄が動く話なのだ。いきなり重い話題ね。生活に響きそうで、のんびりしていられないわ。じゃあまずは石油の話からいこう。ずんだもん先輩。石油の国家備蓄を5月1日から追加で放出するのだ。原油は全国10カ所の基地にある580万キロリットルなのだ。国家備蓄って国が非常時のために取っておく在庫みたいなものね。そんなに動かすなんて供給の不安がかなり大きいのよ。国の非常用ストックが一気に市場へ行くってことじゃん。ガソリンの値段にも目が行くやつだよね。しかも3月からもう放出を始めていて、今回は追加分なのだ。最初の30日分に続いておよそ20日分も足す流れなのだ。30日分に20日分かってじわじわ足していく形なのね。急に全部出すわけじゃないのが逆に現実的だわ。一気に出しすぎると後で足りなくなるかもじゃん。ちょっとずつ動かすの地味だけど大事だよね。買い手は石油元売り大手4社で随意契約でおよそ5400億円なのだ。随意契約は広く競わせる入札じゃなくて相手を決めて結ぶやり方よ。急ぐ時にはそうなることもあるわ。それなら早く市場に回したい事情が見えるじゃん。しかも4社なら生成して出す流れも組みやすそう。買い取った原油はガソリンなどに生成して市場に供給するのだ。原油のままだと使えないからそこが次の勝負なのだ。到着しただけでは終わらなくて生成してから市場に出るまで時間がかかるわ。そこを忘れると話を早く見積もりすぎるのよ。アメリカ産の原油が26日に日本へ初めて届くよね。別ルートが動くとちょっと気持ちが落ち着くじゃん。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で安定供給への懸念が出たのが背景なのだ。だから代替調達も進めているのだ。海の通り道が詰まるとあっという間に国全体の空気が変わるのね。エネルギーってほんと生活の土台だわ。みんなも車や家のことを考えるとこういう話は遠くないって感じるじゃん。価格表示は少し見ておくと安心だよね。次はソニー生命の話なのだ。社員や元社員が担当しているおよそ280万人分の契約をまとめて調べることにしたのだ。280万人分かって数字の重さが違うわね。顧客の指摘が相次いだなら会社が放っておけないのもわかるわ。280万人って人数のイメージが大きすぎて頭が追いつかないじゃん。かなり広く見直す感じだよね。きっかけは営業担当者の不正が次々に明らかになったことなのだ。投資話を持ちかけて金銭を流用した例や22億円近くを私的に借り入れた例まで出ているのだ。22億円近くって目を疑うわ。保険の担当がそんなことをしたら信頼が一気に崩れるでしょうね。投資話って聞くとそれだけで少し身構えるよね。保険と関係ないお金のやり取りが混ざるのが一番怖いところじゃん。そこで会社は社員や元社員が担当した全ての契約を確認して不適切な金銭のやり取りがなかったか調べるのだ。調査対象が全部ってかなり踏み込むわね。顧客からの指摘もおよそ30件あるならまだ見えていない話があるかもしれないわ。こういうのクラスで言えば一人の問題で終わらない感じじゃん。名簿を全部見直すみたいで手間も気持ちも重いよね。今度は投資話や私的な借り入れみたいな保険とは関係ない金銭のやり取りを見て来月をめどに公表するとしているのだ。公表の後どうやって信頼を戻すのかが本番ね。説明だけじゃなく再発防止が見えないと厳しいわ。でも後で知らなかったじゃ済まないよね。契約してる側からしたら誰が何を持ちかけたかまで気になるじゃん。それと生命保険業界ではプルデンシャル生命でも31億円に上る不適切な金銭の受領が明らかになっているのだ。こちらは新規契約の販売自粛を11月まで決めているのだ。業界全体の信頼が揺れているのね。自粛まで入るとかなり深刻に受け止められているのがわかるわ。こういう時って言葉が立派でもお金の流れが変だったら止まって見直すのが大事じゃん。みんなも契約の外の話が出たら一回立ち止まってほしいよね。最後は裁判の話なのだ。
子供用の椅子をめぐって最高裁が量産される実用品で著作権侵害が認められるのは例外的な場合だけだと初めて判断したのだ。量産される実用品ってたくさん作って使う道具みたいなものね。そこにまで広く著作権が及ぶと権利関係がごちゃつくって考えたのよ。椅子みたいな毎日使うものが作品扱いになるかって線引きじゃん。地味だけどめっちゃ大事だよね。争われたのはハイチェアと呼ばれる木製の子供用の椅子なのだ。ノルウェーの会社が兵庫県川西市の会社に著作権を侵害されたと訴えていたのだ。ノルウェーの会社と日本の会社の争いだったのね。国が違うとものづくりの見方もずれやすいわ。しかも一審も二審も著作権侵害を認めなかったよね。ここで最高裁まで行ったって相当はっきりさせたかったんじゃん。判決では実用的な機能とは別に装飾みたいな創作的な表現として捉えられる例外的な場合だけ美術の範囲に入るとしたのだ。要するに見た目の工夫がただの機能を超えているかが鍵ね。全部の道具が守られるわけじゃないのよ。それって可愛い文具でも見た目の味付けが強いと話が変わるかもしれないってことじゃん。でも今回の椅子は創作的な表現としては認められなかったのだ。だから訴えは退けられたのだ。創作、クリエーションと実用品の境目が見えた感じね。ちょっと大げさに言うなら線引きがはっきりしたわ。急にその言い方するのメタン先輩らしくて逆に好きじゃん。でも境目がわかると作る側もかなり助かりそう。今後は道具そのものよりどこに創作性があるかを意識する流れになりそうなのだ。デザインの相談も増えそうなのだ。この判断で似た争いの整理はしやすくなるはずよ。ものづくり側には線引きが少し見えたわね。みんなもただ使うものと作品っぽい部分って別なんだって考えるとニュースの見え方が変わるかもじゃん。ここで石油の話にぴったりな豆知識なのだ。資源ってもともとは人間の生活や産業に使えるもの全般を指す言葉なのだ。石油だけじゃなくて使えるものなら広く入るのね。思ったより守備範囲が広いわ。語源は英語のリソース、中国語の資源に当てたものだと言われているのだ。さらに天然資源だけじゃなく人的資源みたいな分け方もあるのだ。へえ、一つの言葉でも中身が広いじゃん。石油みたいな天然資源だけ似てるとちょっともったいない感じするよね。しかも何が資源かは時代や社会で変わるのだ。昔はゴミ扱いでも技術が進むと資源になることがあるのだ。逆に使われていたものが資源じゃなくなることもあるのね。結局使えるかどうかは人間側の都合でも変わるわ。水や石油、希少金属みたいに資源は偏っていることも多いのだ。だからこそ限られたものをどう回すかが大事なのだ。今日の石油の話ともつながってすごくわかりやすいじゃん。資源って置いてあるだけじゃなくて動かし方までセットなんだね。概要欄に記事リンクもあるから気になったところを後で見返してみてね。今日はどれも重みがあったわね。よかったら高評価で置いていってちょうだい。石油も保険も裁判も結局は生活の土台につながっていたのだ。見てくれてありがとうなのだ。次回もまた一緒に見ようね。じゃあまたね。